よし。ありがとうございました。どうもお世話になりました。お世話になりました。また何かありましたらお待ちしてます。はい。はい。はい、ディーラーを出てからすでに100キロぐらい走行しました。100キロも走るとあちこちね埃だらけになったり、水たまりのところを走ったら泥が散ったりとかしてね、結構汚れちゃってます。このマツダ3で車中泊をしよう、そういう風に考えていらっしゃる方結構多いんじゃないかと思います。マツダ3についてはいろんな方がね動画を上げてらっしゃるので、今更という感じはするんですけれども、車内がどれぐらいの広さなのか、それをねちょっとご覧いただきたいと思います。まずは前側の席。前側の席はこんな感じです。後部座席はこんな感じ。テールゲートを開けるとこんな感じです。こちら助手席になりますけれども、助手席を倒すとこんな感じです。シートが結構タイトな感じですから、のんびりとこうくつろげるなっていう、そういう感じではないですよね。後ろの席は結構狭いんですよね。狭くてシートがもちろん倒れるわけではありません。ここで寝るとしてもちょっとね狭苦しい感じが否めません。そこでやはりですね、このテールゲートですね、このテールゲートからフロントシートまでの間、その間を有効に使って、なんとかねここで、夜眠ることができるようにしたいと思います。まずフロントのシートを一番前に移動します。はい、一番前に移動しました。次に後部座席を倒します。今テールゲート側から撮影していますけれども、これだけのスペースが確保できるんですね。それでもですね、ここの端からここの端まで、これがちょうど150センチぐらいしか確保できないんですね。私の身長は173センチなので、ここに寝ようとすると頭がね、どうしてもこのシートから落っこちてしまいます。こんな感じです。そこでヘッドレストをね少しだけ動かしたいと思います。まずヘッドレストを外します。そしてひっくり返します。元の穴に差し込みます。そうするとぴったりなんですよね。はい、こんな感じです。ぴったり寝ることができるんですね。足元はこんな感じです。ぴったりですね。斜めに向けばかなり余裕があります。ただですね、ヘッドレストって小さいじゃないですか。なので寝相が悪いとカコーンってこんな風に頭が落ちちゃうんですよね。なのでずっとこのまま使うわけにはいかないと思います。ここに何らかのね、ものを作って全然頭がね落ちないような、そういった工夫をしたいと思います。どこかへ遊びに行った時ね、この中で料理を作るっていうのはちょっと無理かもしれませんけれども、ちょっとね、休んだりするぐらいなスペースは十分確保できるんじゃないかと思います。まず車中泊をするスペースなんですけれども、フロントのシートのシートバッグからトランクルームですかね、そのスペースを有効に活用するという考え方は前回と変わっていません。まず寝るためのスペースを確保するためにフロントシートのシートバッグを前に倒します。そしてシートを一番前まで移動します。そしてリアのシートを前に倒します。この状態でね簡単に採寸してみたいと思います。まず倒したシートバッグの先端からトランクルームの一番後ろまで、これがですね148センチくらいですね。次に前回の動画でご紹介した方法ですね。倒したシートバッグのヘッドレストを逆さまに向けた状態ですね。それで簡単なお昼寝ぐらいはできますよという紹介をしましたけれども、それだとどれくらいの寸法になるのか。この状態のヘッドレストの上から
トランクルームの一番後ろまで、この寸法を測ってみたいと思います。約160ぐらいでしょうか。いずれにしても車中泊をするにはちょっと心もとない寸法ですよね。なので倒したフロントシートの背中からトランクの一番後ろまで、この寸法を測りたいと思います。195センチですね。はい、ということで倒したフロントシートの背中のところから一番後ろのトランクルームまで、その部分を有効に活用することで約190センチぐらいの身長の方まで対応できるといったことが分かりました。なので、それに対応できるように改良を施してみたいと思います。はい、マツダ3の車内にやってまいりました。後ろのシートは倒した状態でね、その上に座って今カメラを構えています。この部分の寸法なんですけれども、フロントシートの後ろからこの部分まで43センチぐらいですね。そしてこのドアの端からセンターコンソールの中心、だいたい70センチぐらいですね。次に一番広い部分の寸法を測ってみたいと思います。一番端っこからずーっと来てこちら側の端まで、約145センチ。次に一番狭いところですけれども、ここの柱の中心部分ですね。そこからずっとセンターコンソールを通って右端138センチぐらいでしょうか。はい、以上の寸法を参考にしてですね、この部分をきれいに埋めるようなね、加工をしてみたいと思います。あ、そうそう、今日ね軽く買い物をしてきたのでね、今回購入したものをこれからご紹介したいと思います。はい、まずねコンパナです。厚さが 11mm、 横が90センチ、縦が180センチ。それからタッカー、これは Amazon で1200円ぐらいだったかな。レビューが非常に良かった、安くて使い勝手がいい、そういうものだと思います。替え針200本入り、ここにね替え針が200本入っています。非常にお買い得感が高いです。まだ1回も使っていません。それからこれが合成比較、これも Amazon で非常にレビューの良かったものです。今回はねこの3点をメインに使って工作を進めてみたいと思います。さっきのね測った寸法を参考にこういったものを作ってみました。これ段ボールです。試作品みたいなものです。これを作って実際に車に合わせてみて OK なら本番の板をカットする、そういった感じですね。ドアのこの部分、こことセンターコンソール、そしてここヘッドレスト、この1、2、3点で板を支えようかなと思います。この部分なんですけれども、これなんでこんな風に出っ張りを作ったのかというと、これがないとこういう感じになっちゃうじゃないですか。そうするとこれぐらいしか引っかかりがないんですよ。なので寝てる時にカタカタカタと揺れてストッとなるとバターン、それを避けるためにこうですよ。はい、外れません。そして運転席にもね全く同じような形のものをこんな風にして作る。左側ね同じようなものが来るじゃないですか。そうすると外れることがないですよね。なので絶対に安全なんじゃないかと、そんな風に思ってるわけです。一応ねカットできたので車の方に乗せてみたいと思います。よいしょと。さあどこだ。お、ぴったりですよ。最初作ったのが向こう側助手席側、そして今回作ったのはこちら側運転席側です。はい、
そうそうね、掃除してたらもう真っ暗になっちゃったんで、家の中に持って入りました。これからですね、合成比較をかぶせていきたいと思うんですけれども、その前に追加で購入したものがあります。それね、ご紹介しておきたいと思います。こちら梱包クッションシート 100×200 センチっていうことでね、板の上に合成比較をこうかぶせるわけですけれども、そこにねある程度のこうクッション材が欲しいなということで、これを購入しました。もう一つがこちら、デニムの端切れですね。これはですね、簡単に言うと裏地ですね。やっぱりね、こう車の中にこうずっと入れっぱなしにすることが多いと思うので、裏地は必要かなと思ってこういったものを購入してみました。このクッションはね2枚使ってみたいと思います。はい、カットしました。板の大きさに対してちょっと大きめですよね。こう折り返してここをねタッカーで留めていくので、ちょっとだけ大きめにカットしています。この上に先ほど切ったクッションを置きまして、そして板ですね。いいんじゃないですかね。そこそこクッション性もありますしね。はい、この勢いで裏地つけていきたいと思います。それじゃあ1枚仕上がったので、もう1枚作ってみたいと思います。なんとか終わりましたよ。やっぱりね、1回目より2回目の方が綺麗にできたっぽい。はい、それではね、外もなんか真っ暗になってるんですけど、これからちょっと車の方にセッティングしてみたいと思います。はい、車の中に移動しました。出来上がったパネルね2枚持ってきました。じゃあ早速ねセッティングしてみたいと思います。ちゃんと入るかな。こうですね、ここに差し込んで、あとはパタッと置くだけ。ほらぴったりじゃないですか。見えますかね。ちょっとねランタンで照らしたいと思いますけれども、ドアノブのところぴったり収まってますね。センターコンソールのところちょうどど真ん中にあって、手前、はい、寸分の狂いもなく収まっています。ドアのところもバッチリ。じゃあ運転席側ねちょっと乗っけてみたいと思います。はい、ぴったりですね。ぴったり、センターぴったりで、はい、ここもぴったり、バッチリじゃないでしょうか。これだけの空間が確保できましたからね、車中泊余裕じゃないかと思います。はい、じゃあね今ね三脚にカメラをセッティングして車の一番後ろにねつけたような状態です。この状態で寝転がってみますと、こうですね。頭の上全然余裕があります。ちょっと上まで上がってみましょうか。はい、こんな感じです。だだっ広いです。めっちゃ広いでね、ほとんどこうまったりなんですよ。これはいいですね。気持ちいい。今ですね、カメラを天井にこう当てた状態で、撮影してますけれども、頭上全然余裕があります。拳一つ半ぐらいですか、余裕がある状態で、足元を見ますと全然届いてないです。すごい余裕がありますよ、これは。今ですね、一人だけだとつまらないんで、嫁さん呼んできてね、車中泊するときにどんな感じになるのかちょっとねゴロンと寝転がってもらってますけど、まあこんな感じです。全然余裕です。まあ嫁さんの方がね身長低いし、もともとねすっぽり収まるようなサイズではあったんですけど、さらに、余裕があって今普通にねスマホいじって遊んでますけれども、これぐらいですね広大な空間を作ることができました。なのでね、次回はいよいよこの車でね車中泊ちょっとやってみようかなと思います。その前にね食事をする準備とか、あとカーテンですよね、そういったものもね考えていきたいと思います。とりあえず今日は大成功じゃないかと思います。